聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンガセヨ、風花です。今週は歌会をお休みして韓国旅行の話題をお届けしたいと思います。8月の第1週目の週末を利用してソウルに行ってまいりました。本当に真夏の韓国旅でしたね。私は最近 eSIM を購入してから韓国に行ってるんですけれども、空港に着いて回線を切り替えた途端にですね、スマホに韓国語で通知が出てきて、韓国全土にポギョンキョンボが出ていますよという内容だったんですけれども、ポギョンキョンボっていうのは直訳すると防熱警報なんですが、つまり猛暑警報みたいなものですね。すごく暑いので水分をよくとって熱中症に注意してくださいねという注意喚起情報がですね、もう朝晩という感じで連日来ておりました。滞在中のソウルの最高気温は35度ぐらいで、大阪はね38度とかあったみたいなんで多少はマシだったかもしれないんですが、普段そういう暑い時間に出歩かないこともあって、とっても暑かったですね。でまだまだ暑い日は続きますし、これから夏のシーズンに韓国に行かれる方もいらっしゃると思いますので、夏のね韓国の情報をいろいろ共有したいと思います。まずですね、韓国の電車が全体的に冷房が強めなんですよ。なので日本の感覚で行くとかなり寒いので注意してください。2駅3駅ぐらい乗るのであれば、一瞬で汗が引いて涼しくなるのでいいんですけれども、ちょっと遠くに行くのに10分とか続けて乗っていると体が冷えてくるんですね。でソウルの地下鉄には2号線と9号線を除いて弱冷房車の設定があります。で10両編成なんですけれども、そのうち2両が弱冷房車に設定されてるんですが、大抵4号車が弱冷房車なので、もしね寒さに弱い方はソウルの地下鉄に乗るとき毎回4号車を狙って乗ることをお勧めします。でちなみに弱冷房車でも日本の普通の車両より寒いぐらいなんですよ。私は金浦空港から空港鉄道に乗ってソウル市内に移動したんですけれども、空港鉄道にはね弱冷房車の設定がないんですよ。なので結構な勢いで冷房の風が吹いていて、直接風が当たるとどんどん体が冷えてしまうんで、風が当たらないところを探してたんですけどね、車両連結部の付近は風が当たらないので快適です。なので寒さに弱い方は空港鉄道では車両連結の部分の近くに立つことをお勧めいたします。そんなわけで冷房の寒さに弱い方は韓国ではカーディガンを持ち歩くといいかもしれないです。で私はねノースリーブのワンピースにアームカバーを着用していました。で外では腕の日焼け防止になりますし、寒い時は防寒具としても役立ってくれるのでね、アームカバーを使うっていうのもおすすめです。今回真夏の韓国旅行を決行した理由はタイトルにもある通り、冷麺を美味しくいただくためだったんですね。本当に冷麺を食べたいがためだけに渡韓したんですけれども、やはり現地の皆さんも考えることは同じで、どのお店も結構混んでいました。特に有名店は朝から閉店の時間まで行列が絶えないみたいですね。でも旅行者としてはなるべく並ぶ時間は短くして効率よく旅をしながら美味しいものもいただきたいですよね。というわけで今回ね旅の経験をシェアしていきたいと思います。去年の夏ですね、エピソードの55で韓国冷麺の話をした時に、韓国人のリスナーさんからソウルで平壌冷麺といえばウレオク、ピルドンミョノク、平壌ミョノクの3店舗が代表的なのでぜひ挑戦してみてくださいというコメントをいただきまして、特にピルドンミョノクはソン・シギョンさんの YouTube のモグルテンデーでも紹介されていたので、今回はこの3大冷麺のうちどれか一つは必ず行ってみようと思っていたわけなんですよ。着いた日の初日は3時半から4時ぐらいの間にホテルのチェックインが終わったんですね。
で6時からマッコリバーの予約をしてたので、移動時間を考えてもだいたい2時間ぐらい時間があるということで、ここでもうまず冷麺1軒いけるなと思ってたんですよ。で4時って、昼食でも夕食でもない時間帯なんで、空いてるだろうなと、すぐ入れるだろうなと思って、平壌冷麺の名店のウレオクというお店に行ってみたら、なんとその時間で60組待ちだったんです。でこの日金曜日だったんですよ。で金曜日といえども一応平日じゃないですか。その平日の夕方4時に60組待ちだったっていうことで、皆さん仕事を早退して冷麺食べてるんですかね。でお店の前にテントが張ってあってですね、皆さんその日陰で待機していらっしゃって、いや本当にね、ソウルの冷麺熱の洗礼を受けましたね。こんなに並ぶとは思わなくて、見通しの甘さをちょっと反省しつつもですね、ちょっと想像を超えた混み具合だったんですね。でこのウレオクというお店はプルコギも有名なお店なので、次回は予約してプルコギと冷麺を両方食べたいと思っております。で今回はちょっと諦めたんですね、このお店は。でその後ちょっとカフェで休憩してからマッコリバーに行って、またマッコリを飲みながらね、ちょっと作戦を練り直したんですよ。でこの時のマッコリもすごく美味しかったので、またトーク会でね、マッコリおすすめのマッコリ会もやって紹介したいと思います。そしてこの三大冷麺の2番目のお店、ピルドンミョノクがですね、夜の8時半まで営業してるっていうことが分かったので、これ飲んだ後の締めに行ってみようっていうことで、ちょっと早めの6時ぐらいの時間帯からマッコリバーに行っていたので、飲み終わって7時半過ぎぐらいにお店に到着したんですけれども、その時間でもね、まだ外までお客さん並んでおりました。ただ行列はそこまで長くはなくて、このピルドンミョノクというお店も席数が非常に多いお店なので10分ぐらいで入ることができたんですが、営業は8時半までなんですけれども、ラストオーダーの関係でお客さんが入れる時間がね、7時50分がこのお店は最後だったようで、結構ねギリギリのタイミングでございました。でもね、入ることができたんですね。でこのお店の冷麺はですね、透き通ったスープの中に細めの麺が入っていて、非常に滋味深いお味でしたね。お肉の旨味の部分だけをきれいに抽出したようなスープで、平壌冷麺のスープっていうのはお肉の出汁をトンチミという水キムチの汁で割って作るそうなんですが、ここのスープは酸味がね比較的控えめでしたんで、ちょっとねお酢を加えながらいただくとよく合って美味しかったです。ただ日本の外食に慣れてるとちょっとね、日本人には味が薄く感じるかもしれないと思いました。で卓上に塩とか醤油とか唐辛子とかセットされてるので、少しずつ加えて味を変化させながら食べるのもいいと思います。で冷麺のお店行ってみたい方多いと思うんですけれども、このピルドンミョノクに行く場合はですね、夕方以降がおすすめです。というのは、このお店はね外で待たないといけないんですよ。で待つ場所にあんまり日差しを遮るものがないので、昼間に行っちゃうと本当に炎天下で長時間待つことになるので結構しんどいと思うんですね。なのでちょっと日が傾いてからというか、夕方あたりから行く方が安全かもしれません。そして2日目には以前も紹介したヨイドにあるチンジュチップというお店でコングクスをいただきました。で以前行った時は平日だったこともあって、私はあんまり並ばずに入れたんですけれども、今回はね土曜日に行ったせいか朝10時半の段階ですでに長蛇の列でした。でチンジュチップは10時から開店してるんですが、朝からコングクス食べる人がこんなにいるのかと驚きましたね、本当に。でも列に並んでいる韓国人の方も同じようなことをおっしゃっていたので、夏のピークの時期だったからかもしれないんですよね。ただこのお店はヨイド百貨店というデパートの地下にあるので、室内で待つことができるんですよ。炎天下じゃないっていうだけ昼間でも安全に待つことができて、その点でもおすすめです。で私は30分ぐらい並んで入れたんですが、お昼の時間が近づくにつれてどんどん人が来るので、私が食べ終わってお店を出た段階ではさらに列が長くなってましたね。
で席数が多いお店なので行列の割には早く入れるんですけれども、このお店もね、真夏に行く場合はオープン時間の付近を狙っていくことをお勧めいたします。で今回はもう冷麺とコングクスを食べるための旅だったんで、とにかくねお店のオープン時間を狙っていくっていうことを意識したんですけれども、そうすると昼ご飯の時間が早くなってしまうんですよね。だいたい冷麺のお店って10時から11時ぐらいの間に開くことが多いので、11時ぐらいにお昼ご飯を食べることになるんですよ。でまた韓国の冷麺って結構麺の量が多いんですよね。日本のラーメンの大盛りぐらいの麺の量が標準サイズで出てくるイメージです。なのでその時間に大盛りのラーメンぐらいの量を食べようと思うと、私はそこまでたくさん食べられる体じゃないので、ちょっと朝ごはんをね控えめにする必要があったんですよ。それで私は今回ね朝ごはんに毎回スターバックスに行っていました。でソウルはもうそもそもスタバがすごく多いんですよね。本当にちょっと歩いたらすぐスタバがあるっていうイメージなんですけれども、そのスターバックスの中でもリザーブ店というものがですね各地にあるんですね。でこのリザーブ店というのは普通のスターバックスよりも少し高級なコーヒーを使っているお店で、スターバックスの後ろにね R っていう風についているお店です。で地図上でスターバックス R って出てきたらリザーブ店っていうことですね。でこのリザーブ店にはちゃんとバリスタの方がいらっしゃるんですよ。でハンドドリップでちょっと高級なコーヒーを入れてくれるんですね。でエスプレッソドリンクもバリスタの方が抽出の段階から手作りしてくれて、でさらに、ね、ドリンクを頼むとチョコレートがねちょっとついてくるんですよ。でこのスターバックスリザーブって日本でも東京にはね結構な店舗数があるようなんですが、大阪はね、ちらほら各地にちらほらあるぐらいなんですよ。でも本当にソウルはあちこちにあって、でどこも雰囲気が良くて非常にねゆっくり過ごせる空間なんですね。それで、朝はちょっとゆっくりめに起きて9時過ぎにスターバックスリザーブに行って、美味しいコーヒーと付け合わせのチョコレートを軽くいただいてゆっくり過ごしてですね、そうするとちょっとお腹も空くじゃないですか。そして冷麺屋さんのオープン時間を狙って10時半頃から並びに行くっていうのをやってたんですけれども、これがね結構私的には正解でした。というのはやっぱり旅行では結構夜にたくさん食べますよね。でお酒も飲むので朝起きた段階ではまだあんまりお腹が空いてないことも私は多くて、なのでちょっとね胃を休む時間を作って、お腹空いたなと思うタイミングで、がっつり冷麺をいただくっていうのをやってましたね。で小食の方にはねおすすめのプランです。でもちろん朝からしっかり食べられる方はぜひね朝ごはんも食べた方がいいと思うんですよね。旅行での食事の機会っていうのはね限られてるので、食べれるなら食べた方がいいとは思います。そして、最後に少し注意喚起の情報ですねお伝えいたしますが、ちょうど私がソウルに行く直前の8月の3日にですね、ソウル郊外のキョンギ道という場所の地下鉄で刃物をね振り回す通り魔事件というのが起きていたんですよ。でそれをきっかけにちょうど私が韓国に行った週末にですね、インターネット上で凶悪犯罪を予告するような書き込みが相次いでいたんですね。もうどこどこ駅で何人人を刺してやるとかそういう書き込みだったんですけれども、で実際にはね滞在中には事件は起きなかったんですよ。でもミョンドンにもヨイドにも本当に主要なところには警察官の方がたくさんいらっしゃって警戒を強めていました。でそれもあってちょっとあんまりね夜飲み歩かずに早めにホテルに戻って、で人が多く集まる場所にも長居しないようにっていう感じにしてたんですね。で今回観光客として行く分には特に街の治安が悪化しているっていう印象は受けなかったんですけれども、こういったね事件とか、そういう犯罪を予告するような書き込みが起きてるっていうことも踏まえてちょっと旅行プランを考えた方がいいかもしれません。
そんなわけで今回ね、猛暑真っ只中の旅で、なかなか大変なこともあったんですが、でも本場の冷麺とコングクスをいただけてですね、行ってよかったですね。でやっぱりね、暑い時に冷たい麺料理は本当に最高だったので、やっぱり食は気候とともにあるなっていうことも実感しました。で今回ね、スターバックスリザーブの話もしたんですけれども、冷麺中心に旅をしたいという方はね、このプランおすすめでございます。そして今週はトーク会をお届けしたんですけれども、ちょっと来週また月曜日に1回トーク会を入れようかなと思ってます。でまたね、おすすめのちょっと新しいマッコリの話をしたいのと、あとリスナーさんからメッセージをいただいておりますので、そちらの紹介もちょっとトーク会でしたいと思います。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK。